5回か6回っていうのが一つの基準になっています。だいたい 30% ぐらいになります。で、3回ぐらいの通院で人工授精っていうのは精子をですね、子宮の中に注入するという治療としてはそれなんですね。それをやるのに特別準備がいるかっていうとそうではなくて、基本は生理が始まったらその周期適しているかどうか採血をして、その後は自身の卵胞の発育を見ながら一番いい状態で卵胞が育った時に人工授精の日を例えば翌日とか2日後に決定しようと思いますので、その時に精子を持参してきてくださいという形で決まります。必要に応じて排卵誘発がね、お薬使った方がいい場合もありますし、もちろんそういうこと必要なければ完全に自然に育ってきた卵胞に対して人工授精をするという形ですね。通常は痛くないんです。ただ実は子宮の入り口って結構個人差があって、その入り口が細くなっていたり、あと曲がっていたり、あと子宮が前に傾いてたり後ろに傾いてたりっていうのが個人差が大きいので、簡単にできる方ももちろん多いんですけど、一部ちょっと入れにくい方がいらっしゃるっていうのはあるんですけれども、できないで終わるってことはまずないと。そうですね、精子の検査の時に運動率が悪いという結果が出た場合ですね、でも実際にトータルでどれぐらいの元気のいい精子が集められるかという結果によって人工授精をすることができる場合があるんですけれども、もし人工授精の時のその精子の所見があまり良くなくて注入量が不十分だっていう場合は、人工授精をむやみに続けても妊娠率は期待できない場合がありますね。ただ日によって運動率って変わるので、1回良くなくても別の周期の時には結構良かったりすることもあるんで、ある程度回数を重ねるというのはできなくはないのかなと思いますね。なかなか他とね比較するっていうのは難しいんですけれども、それほど差は出ないと思います。なかなか人工授精って工夫する部分が少ないんですね、体外受精と比べてね。人工授精の妊娠率がすごく高いクリニックは、もしかしたら人工授精しなくても妊娠できる方を人工授精で妊娠してるってことになります。これは人工授精が適用なのかどうかというのが実はクリニックによって全然違って、全く自然で妊娠できる人を人工授精で妊娠したというふうにすれば数字的にはいい結果が出るので、人工授精はあまりちょっと数字だけでクリニックとの比較をするのは意味のないことじゃないかなと思いますね。これざっくり言うとだいたい 30% ぐらいになります。で、当院は人工授精をする適用っていうのがある程度決めてまして、一つはフーナー試験ですね。性交互検査の結果が良くない時、タイミングでは精子が十分子宮の中に入れないような場合は人工授精をやるとだいたい3分の1ぐらいの確率で妊娠をする。これは例えば旦那さんのちょっと具合が悪いとかでなかなか性交渉を持てないような、そういう場合にタイミング法の、一つの手助けとして人工授精をやるというような場合は、同じかもしかしたらそれ以上の妊娠率になるかもしれないんですけども、必要な方にやれば3分の1ぐらいの確率というのを考えてますね。5回か6回っていうのが一つの基準になっています。ただ経験的に3回ぐらいまでで妊娠してしまう方が多くて、残りの3回っていうのは最初の3回に比べて成績はあまり出てきません。精子を入れただけで妊娠できる条件であれば3回あればね、おそらく結果が出るので、そういった理由で4回目以降はそれほど妊娠は期待がちょっとできなくなる。ましては6回目以降になるとあまり妊娠する可能性というのはないので、それ以上はむやみに続けない方がいいかなと思ってます。そうですね、併用は特にした方がいいとかしちゃダメということはないんですね。例えばタイミングを取って精子のフーナー試験の結果が良くないから、例えば次の日に人工授精するとか、そういうのはよくやるんですけども、タイミング取った後ってどうしても精子の数がですねやっぱり少なくなってくるので、もし人工授精をメインに考えるんであれば、人工授精のために少しね数日禁欲して精子を十分ね準備してから入れるようにして、それ以降のタイミングとか当日とか翌日とかにしていただくっていうのは別に問題にはならないと思います。
例えば順調に排卵周期が思っている方であれば、だいたい月経中の血液検査でスタートの確認をして、あと排卵が近いかなっていう時期に1回来ていただいて、その後2日後ぐらいに人工授精をやると。だから最短で3回ぐらいの通院で治療を進められるんじゃないかなと思います。